初心者の方に向けて、ウイスキーってそもそも何なのかっていうことを今日聞きたいんですけど、いいですか？嫌だとは言えねえだろ。もういいよ。何でも聞いてくれよ。ありがとうございます。じゃあお願いします。玄人の方とか、そういうことじゃなくて、もう何にもウイスキーを知らない人が、この質問を通して、いいね、ウイスキーってなんだろうってな、ちょっとそういうのってみんな少し真ん中抜けちゃってて分かんないこと多いかもしれないしな。ちょっとウイスキーの基本の木みたいなことを教えてください。ウイスキーって、そもそも何なんですか？穀物ある、麦とか、トウモロコシとか、ああいうのを発酵させて蒸留して樽に詰めて、でそれで熟成する、そういうふうにそういう飲み物だよね。熟成する飲み物っていうかね。蒸留っていうのはどういう工程のことなんですか？簡単な話、蒸留っていうのはさ、発酵した液体を下からこう直火だったり遠赤だったりこう火を当ててクツ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 煮出して、本当上の水蒸気から出る水滴みたいのを集める。だから要は本当鍋の蓋についた水滴を集めていくみたいな感じ。アルコール分度高くしていって、ウイスキーっていろんな種類があるじゃないですか。呼び方とか、スコッチだったりとかアイリッシュだったりとか、ああいうなんか種類のくくりがよく分からなくて、基本的にはその国のその産地のみたいな、だから例えば日本の有名な山崎とか余市とかさ、あれはもうジャパニーズウイスキーになるわけじゃん。ジャパニーズウイスキー、日本のウイスキーでね、ジャパニーズって言わなくて日本の俺の中だと国産のウイスキーじゃん。そうですね。だからスコッチだったらスコットランド、そうだね。アメリカだったらアメリカンウイスキー、アメリカンウイスキーの中でもまた種類があったりするから、有名なのはバーボンでね、バーボンウイスキー。じゃあアメリカで作ってるそのアメリカンウイスキーの中にバーボンっていうくくりがあるんですか？でほら、アメリカンウイスキーの中だとライウイスキーがあったり、コーンウイスキーがあったり、アメリカンブレンデッドがあったりで、例えば今度その近所のカナダ、カナディアンウイスキーなんていうじゃん。カナディアンウイスキー、カナディアンクラブなんですよ。割と飲みやすい感じ、ライトに仕上がってるんだよね。今世界中で作ってるから、台湾だったり韓国だったり、あとはもう近隣だったらアジアなんかでも相当作ってるし、あとインドだったり、オーストラリアだったりとか、本当いろんな世界中で今ウイスキーって作ってるからさ。アイリッシュウイスキーってのはどこのウイスキー？アイルランドだね。アイルランドですか？スコットランドがちょっと離れたところだけどさ、アイリッシュウイスキー、本当アイルランドっていうのは結構歴史的にもウイスキーの本当に発祥の地じゃないかとかさ、いろんな諸説あるみたいだけど、アイリッシュウイスキーと似てるなと思ったのが、アイラウイスキー。みんな結構間違えてる感じの人も多いからね。アイラ島っていうのはスコットランドの小さな島、アイラ島で、ちょっと離れたところのアイルランドはアイリッシュウイスキー。アイラ島のウイスキーをアイリッシュウイスキーっていうわけではなくてそう、みんな結構なんか間違いがちで似てるじゃん。似てます。アイまで同じだからな。そうですね。アイルランドはアイリッシュウイスキー、アイラ島っていうのはもうスコットランドの島。僕がよく聞いたことがあったのはやっぱりスコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー、でジャパニーズウイスキーとか、そういうのよく聞いたことがあったんですけど、それは産地の、そうだね。もう本当に世界5大ウイスキーなんてよく言ったけどさ、スコッチ、アメリカ、アイリッシュ、カナダ、日本みたいなさ、世界5大ウイスキーなんで、でももうそのうちさ、本当どんどんそういうの変わってくるかもしれないしさ。モルトウイスキー、ライウイスキーとか、あれは原料のくくりって？そうだね。大麦麦芽とか、トウモロコシ、トウモロコシ、バーボンなんかトウモロコシっていうのはほら全部トウモロコシで作るわけじゃないから、あとはアメリカンウイスキーだって、例えば穀物と麦使ったりとか、あと冬小麦なんて使ってちょっとまろやかにしたりとか、そういうのを使ったりするから、結局原料穀物、大麦だったりトウモロコシだったり、あとは小麦、冬小麦じゃないけど、そういう穀物を作るのがそうだね。モルトウイスキーってのはもう本当大麦麦芽みたいな。モルトウイスキーは大麦、そんな感じだね。今度だったらトウモロコシが、だからアメリカはトウモロコシ、スコッチは大麦みたいな感じの覚え方でいいんじゃないかな。なるほど。シングルモルトウイスキーとブレンデッドウイスキーってあるじゃないですか。例えばシングルモルトスコッチだったら、もう本当そこの蒸留所、例えばうちで言ったら有名なグレンリベット、グレンリベット蒸留所で発酵して
蒸留して、それを言ったら単一蒸留所で大麦麦芽のみ使用作り上げたウイスキーをシングルモルト。なるほど。もうそこだけでしか作る、もう他の蒸留所で作ったものを同じ大麦麦芽だからってこう一緒にしちゃダメな。シングルモルトになると、シングルモルトってのはそこの蒸留所だけで作ったもの、まあ要はね。で逆にこのブレンデッドウイスキーっていうのは、シングルモルトに対してどういう感じなんですか？シングルモルトのウイスキーをこう何種類も樽、もしくはその、そうだね、ウイスキーを集めて、あとはグレーンウイスキーっていうのも、グレーンウイスキー作ってる蒸留所もあるから、そこから樽を集めて、そこのブレンダーがいろいろこう自分たち毎年毎年じゃないけど本当に同じ味を作っていかなきゃいけない。まあ多少のブレあるけど必ず目指す方向は決まってるから、うちはこういう味を作るっていうんで毎年ほらブレンダーが変わってったりする。そんな人の味覚だからさ、やっぱり変わることもあるだろうけど、でも今もう技術も発達してるし、進化してるから同じような味を作る。でそれをブレンド、要はブレンド技術でな、そういうのがブレンデッドスコッチ、ブレンドウイスキーみたいな、要は本当ブレンドするベースになるお酒、グレーンウイスキー、そういうのをブレンドする。確かになんか自分もブレンデッドウイスキーを飲んだ時に飲みやすいものが多いなって。飲みやすいね、ブレンデッドっていうのはね、やっぱ柔らかさとかさ、そういう協調性、そこっちの方向だからね。いろいろ混ぜてうまいものを作ってるっていう。そう、複雑な仕組みだけど結局最後柔らかく終わってくれるみたいなね。グレーンウイスキーっていうのは何の？グレーンウイスキーは穀物、トウモロコシだったり麦だったり。それ以外、要はモルトウイスキー以外のことをグレーンウイスキー。グレーンウイスキー。だからモルトウイスキー以外っていうか、そうだな、穀物で作るウイスキーでな、柔らかくて甘いんだよ。いろんなくくりがあるじゃないですか。だからそれぞれがちょっとずつ干渉し合ってるってことなんですね。そうだね。ウイスキーのボトルって何年ってこう年数表記があるじゃないですか。あれはそのどういったものを示してるんですか？例えば本当なんとかの12年とか8年とか、それはもう最低このぐらいは熟成してますよってことなの。最低レベルの話だから、要はシングルモルトだったらグレンリベット12年あるとしたら、12年だけを集めるんじゃなくて、12年以下は使わない、だから最低12年で、もしくは18年をちょっと入れたりとか、15年をちょっと入れたりとか、その12年15年ってのは要は最低熟成年数の表記みたいな感じだから、年数表記あるのは最低この年数熟成してるんだなっていうのが分かる。その目安みたいなもんだよな。美味しいかまずいかは本当また別の話だからな。その熟成って何ですか？熟成よく聞く話だからね。熟成ってこれ何でも熟成っていうのは聞くからさ、ウイスキーに限っては樽で寝かせるってことだよな。本当もともとは透明な液体が蒸留し合って、ニューポットって言うんだけどさ、それをこの樽に入れて。じゃあもともとウイスキーって無色透明なんですか？そうだよ。なんか嗅いだ感じ、ニューポットってもう焼酎みたいな香りがするからさ。それらが、要は木の樽の中で熟成寝かせられることによって色がつくんですかね。だから神秘的な飲み物だよな。樽で熟成させるって。なるほど。でステンレスで熟成させたりするのもなきにしもあらずなんだけど、でも大体熟成っていうのはウイスキーに限ってはやっぱ樽だよね。樽だっていろんな種類があってさ。変な話、この25年とかになると、それ最低25年間ずっと樽の中にいたウイスキーってことですか？変な話だね。だからそうだよ、最低だ。真っ黒シェリーダルだったら真っ黒になったら黒々しくて富山ブラックみたいな、25年もシェリーダルでみたいなさ。今、シェリーダルって言葉出たじゃないですか。あと僕他水ならダルとかっていうの聞いたことあるんですけど、このシェリーダル、水ならダル、なんとかダルってそれはどういうことなんですか？いやだから要は樽の素材材質も違うし、もともと使ってるもうシェリーの空き樽だよな。シェリーの空き樽をばらして乾燥させて、23年乾燥させてまた組み立て直してそこに入れるから。でもバーボンなんかの作り方で言ったら新しい多くの木をで中を焦がして、チャーって言うんだけど、チャーって言うんだけど焦がしてそこに入れるんだよ、透明な液を。そうするから、でちょっといろんなもう技術が本当にみんな進化してるから、いろんな作り方をしてると思うんだよね。でも要は樽で熟成させる。だからスコッチウイスキーにしたってアメリカンウイスキー、バーボンとかね、またちょっと樽の使い方が違ったりする。だからそのいろんな
みんないろんな味わいがあったり、なるほど。いろんな香りがあったりするんだよね。シェリーダルとかだとシェリー酒の入っていた秋ダルってことですか？うん、そうだね、簡単に言えばね。でもそのシェリーの秋ダルってシェリーだって何種類かあるからさ、だからまた面白いんだよ。そこ複雑にどんどん枝分かれしてって、それがもういろんなみんなの技術を、てかみんなこう興奮させるっていうかさ、作り手がさ、今度はこの樽でやってみようかとかさ。なるほど。この水ならダルに関しては、木の材質ってことですか？水なら木のな、木のなら大奥だ、カシの木、あとだからオールナット、くるみの木だったり、そういうのも多分そのうち使い始めたりするんじゃないか、いろいろ。コニャックダルだってあるしな。コニャックブランデーの秋ダルですか？秋ダルだってあるしな。あとはフィニッシュさせる、最後ちょっと入れてもう1年ぐらい熟成させてるんだけどさ、ワインダルだってあるしさ、みんないろいろ試行錯誤して、それでも何年も熟成されて、それでうまくいかない場合もあるからさ。じゃあなんとかダルって言っても、秋ダルの場合もあれば、材質の場合もあれば、うちが焦がしたり加工してる場合もあるってことですか？そうだね。ウイスキーって飲みやすいウイスキーと、あといわゆる癖があるウイスキーがあると思うんですけど、これは何が違うんですか？要はシングルモルトだったら本当アイラ島のウイスキーなんかは基本的にピート、ピート臭っつって、ちょっとスモーキーだったりするんだよね。だからそれはやっぱ結局癖になって、それをちょっと刺激に感じちゃう人は苦手だと思うかもしれないけど、麦を一回水につけてちょっと芽が出てくるんじゃん、そしたらもうそのまま発芽を止めるっていうか、その時に乾燥させるんだよ。乾燥止めるっていうか、その時にピートデータンって言って、その泥の塊みたいな、泥の炭でそうそれで乾燥させるから、それで香りがつく、匂いがつくみたいな。でそれがピート臭って言って、スモーキーだったりちょっと薬品臭かったりとか、それが基本的に癖を感じるウイスキーの大元になっている香りじゃないかな。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今日は、ウイスキーの、基本的な話でしたけど、いつも皆さん本当楽しく健康に酒を飲んでいただけたらなと思います。今日はご視聴ありがとうございましたかな。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。すごいわかりやすかったです。